メインはこちらのゴーヤ。インドで友人の奥さんが作ってくれたこのカレーがとっても美味しくて、作り方も教えてもらっていたので、いつかご紹介したいと思っていたのですが、タイミングが合わず、気づけば数年越しになってしまいました。ヒンディー語ではカレーラと呼ばれていて、インドでは雨季の時期になると多く出回る野菜です。日本のゴーヤに比べて小ぶりで、コロッとしたサイズ。片手に2つくらい乗るくらいの大きさです。特別高いわけでもなく、現地ではごく普通の野菜で、夫が子供の頃は道端に生えていることもあったそうです。そしてインドでは血をきれいにする野菜とも言われているそうで、夫もそう聞いて育ったそうです。日本のインドカレー屋さんではあまり見かけない家庭の味。白いご飯にもよく合うので、ゴーヤが好きな方、スパイスが好きな方には、ぜひ一度試してみてほしい一品です。それでは、早速作っていきましょう。まずはゴーヤを水洗いして、表面のボコボコした部分を包丁で削いでいきます。夫の実家では表面は削らずに作るそうで、インドでもいろいろな作り方があるみたいです。インドのゴーヤは皮が薄くて火が通りやすいのですが、日本のゴーヤは少し厚みがあるので、こうして削いだ方が良さそうです。なんだか、ゴーヤがちょっと恥ずかしくなりそうなくらい、しっかりそがれていますよね。もはやゴーヤかどうかわからない見た目に。続いて、ゴーヤに縦に切れ目を入れて、中の綿と種を取り除いていきます。力を入れすぎると割れてしまって、中に具が詰められなくなるので、優しく作業します。スプーンの背が細くて、この作業にちょうど良いです。ゴーヤの内側の壁と綿の境目に、スプーンの背を入れるようにすると、きれいにくり抜きやすいですよ。中身を取り除いたら、今度は綿と種を分けていきます。綿は炒めて具として使います。種は硬いので、取り除きます。少し手間のかかる作業ではありますが、綿までいただく、ゴーヤを無駄なく使うこの食べ方が、なんだか好きなんですよね。もし綿に抵抗がある方は、無理に入れなくても大丈夫です。夫の実家でも綿は使わないそうで、やり方は家庭によっていろいろです。すべて分け終えたら、種は処分し、残りの部分には軽く塩を振り、全体になじませます。肉厚な日本のゴーヤには、一工夫。ラップで包んで、500ワットのレンジで3分ほど加熱します。こうしておくと、最後に油で揚げる時の時短になります。レンジで加熱したら、ラップをしたまま冷ましておきます。その間に、詰めるマサラを作っていきますね。先ほど軽く塩を振ったゴーヤのイボイボの部分と綿は、細かくほぐして軽く揉んでおきます。こうしておくと余分な水分が出て、炒めやすくなり、苦味も少し和らぎます。詰めるメインの具材は玉ねぎです。日本のゴーヤは大きいので、玉ねぎもたくさん使います。今回は小さめの玉ねぎだったので、3個使っています。他に、ニンニクを3片、生姜はニンニクと同量、青唐辛子を2本。そして、ゴーヤの苦味を和らげてくれるのが、清涼感とほんのり甘い香りのあるフェンネルシード。小さじ1加えて、すべて一緒にミキサーにかけます。ここで玉ねぎについて少しだけ。インドでは、日本より小ぶりの紫玉ねぎが主流で、玉ねぎにほのかな甘みはほとんど求められていません。そのため今回は、ペーストにした時に味が締まりやすい、紫玉ねぎを使っています。白玉ねぎをペーストにすると玉ねぎ味が強く、しっかり炒まるまでに時間が結構かかります。もし、白玉ねぎを使う場合は、みじん切りにして炒めた方が失敗しにくいです。お使いの玉ねぎに合わせて、試してみてくださいね。塩もみしておいたゴーヤのイボイボの部分と綿は、数分置くと水分が出てくるので、軽く絞って水気を切っておきます。さあ、これらをスパイスで炒めていきますよ。フライパンに油を大さじ2から3を入れて温めます。使うホールスパイスはクミンシードだけ。あれば、ヒングも少量加えてみてください。インドの野菜や豆のカレーによく使われているスパイスです。ヒングは別名アサフェティダ。
セリ科の植物の樹脂を固めたり粉末にしたもので、香り付けやコク出しとして使われています。生の状態では硫黄のような強い香りがありますが、油で加熱すると玉ねぎやニンニクのような香ばしい香りに変わります。さらにヒングは香り付けだけでなく、消化を助けるためのスパイスとしても使われているそうで、ダルやチャナなど消化しづらい豆のカレーに使われているのも納得です。続いて先ほど絞ったゴーヤを加えて軽く炒めます。そこにペーストにした玉ねぎなどを加えてさらに炒めていきます。約5分ほど炒めたらパウダースパイスを加えます。分量はターメリックパウダー小さじ1/3、コリアンダーパウダー小さじ1、レッドチリパウダー小さじ1、ドライマンゴーパウダー小さじ1。全体をよく混ぜながらさらに炒めていきます。途中で塩小さじ1を加えて、玉ねぎが吸った油がフライパンに戻ってくるまでしっかり炒めます。今回は玉ねぎの量が多いので、時間にするとだいたい8分ほど炒めています。ここまで炒めたら、辛さと塩加減を見ていきます。もう少し塩を足しても良さそう。苦味も少し和らげたいので、ドライマンゴーパウダーを小さじ1ほど加えてバランスを整えます。ちなみに料理名のバルマはヒンディー語で詰めるという意味だそうで、名前の通りこの具をゴーヤの中に詰めていきます。なので水っぽくならないようにしっかり水分を飛ばしておくのがポイントです。ここまで炒められたら容器に移して触れるくらいまで冷まします。自然光で見ると少し焦げ茶色に見えますが、こちらの方が実際の色に近いかもしれません。しっかり辛さと苦味、旨味が詰まったマサラの出来上がりです。さあ、あとは詰めて油で揚げるだけ。もう少しで完成です。レンジで加熱したゴーヤはラップを外して、崩れないように優しく水気を絞ります。この後揚げるので、できるだけ水分を抜いておきたいのですが、力を入れすぎると切れてしまって具が詰めにくくなります。と言いながら少し切れてしまいましたが、しんなりしていていい感じです。日本のゴーヤはインドのものに比べて 2、3 倍ほど大きいので、具もたっぷり入ってなかなかの迫力です。端から端までしっかり詰めていきます。マサラも余すことなく詰められたら、最後に油で表面を揚げていきますよ。今回のゴーヤは我が家のフライパンよりも少し大きかったようです。そのままだと揚げづらいので、端を少しカットして揚げていきます。揚げ具合は全体がまんべんなく茶色く色づくくらいが目安です。マサラを詰めた面もしっかり揚げたいので、途中で裏返します。多少マサラは流れ出ますが、あまり動かさずに揚げることで流れ出るのを最小限に抑えます。さあ、これでバルマカレーラの完成です。今日はインドのティフィンに詰めてピクニックランチに。残りは映像と字幕でゆっくりお楽しみください。